こんにちは。まあそんなもん。ありがとうございました。だからなんか酵母の味が結構出る。今まで食べた食パンで一番美味しいなって。おお、入るんや。みんなにおもてなししたりとかするのは好きやったんですよね。本当ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。だからいつもこれやってて、なんかもう思い出す。まあ基本はりんごなんですけど、人参と長芋とあと炊いたご飯を入れます。これが出来上がったもので、これを種として入れるんです。でこれを発酵させて、アルコールの香りがして出来上がったらものをパンに使う感じですね。これを今からちょっとあったかいところに数時間置く感じ。
で上がってモコモコって上がってきてる。おーまだまだちょっとあれかな。へーこれがこれぐらいまでいきます。この粉が全粒粉です。全粒粉はい。酵母よりもなんか酵母を入れる量が多分ガツッと入れる量が多いかもしれない。だからなんか酵母の味が結構出る。こういうお花のことも全部やられてるんですか？お花はねこうやって母親が取ってきてくれたやつ朝にピッて置いてくれるんですよ。イートインのスペースに置いたりとかそんなんとか。じゃあこれで以上になります。今から家に帰って家のことやってから夜中のだいたい12時とか1時ぐらいにこっちに来てまた仕込みが始まります。これこんな感じになるんです。でここら辺ぐらいまで上がってて、でさ
パンパンですね。そうやね。発酵させたらこうなるんですか？そうそう。初めこれぐらいでよ。晩にすんねん。酵母は時間が長いから。
思えば思うほどなんかこうお芋の甘露煮です。
もともとパン屋さんやる前にどこかに勤められてらっしゃったんですか？その一般企業に勤めてて、短大卒業してから22年間正社員で働いてたんですよね。ご飯作ったり食べたり飲んだりが私めっちゃ好きなので、子供ちっちゃい時とかってお友達遊びに来たりとかママ友とか来るじゃないですか。みんなにおもてなししたりとかするのは好きやったんですよね。主人はずっとなんかパン屋さんとかやってほしいなみたいな感じのことは、まあ冗談っぽくやけどチラチラ言ってて、それがなんかほんまになったみたいな。おはようございます。旦那です。ご主人様。これもこの階段ダンスと一緒で、島根のおじいちゃんのところから持ってきて、ほんでもう全然覚えてなかったよ、もうだいぶ何十年も。加古川の時計屋さんに出したら直してくれて、おじいちゃんの時計屋さんやってこれで復活しました。友達が、藍染めとかしてる子やねんけど、布を切ってあそこの刺繍はうちのお母さんが母親がやってくれて、急遽。大葉とベーコンのエピ、ミルククリーム、ベーグルなんですけど、温めた方が美味しいので温め方つけときますね。ありがとうございます。初めて来ました。なんでしょう、ベーグルが美味しいって口コミに書いてあったので、こんな感じで、なんか大葉のベーコンのエピ、大葉が入ってるの珍しいなと思って、近いのでしたいなってずっと思ってて、タイミング合わず今日は来れたので、11時ぴったりに来ました。あ、そうなんですね。すごい可愛らしくて、近くにこんな店があって、いや嬉しいなと思いました。なかなか平日は来れないけど、また日が合えば来たいなと。ありがとうございます。すいません。はい。こんにちは。なんて？
ちと違うの？湯種はなんかちょっともっちりずっしりした感じ。私もっと柔らかくて美味しいのね。一番柔らかいかもしれない。これ。これよく買う。ホテルブレッド。これ塩パンすごくおすすめ。サンドイッチだったらこれ好き。あ、卵サンド。まあそんなもん。ありがとう。ありがとうございました。こんにちは。意味ない意味ない。ちょっと近く。今日のメニューこちらなんですけれども、前菜のごま豆腐です。上にお出汁のジュレ乗ってますので、それで一緒に食べてください。いい。飲んでみよう。お、美味しい。食べに来た価値あるな。ごま豆腐好きや絶対。絶対美味しいやつやん。お芋とビーツのスープ。結構ね、お客さんこれ喜んでいただける。本当ですか。お待たせしてます。ありがとうございます。お芋とビーツのスープになります。これビーツの色やんね、多分。優しい。美味しい。美味しい。すごいんですよ。ユーチューバーやで。そしたら。美味しい。優しい。どんなお味がしますか？優しい。ちょうどええぐらいやんな。なんかサラサラとトロトロの間、トロトロ、トロトロです。食べた。これ空っぽ。空っぽかな。見て、めっちゃ美味しそうなの来るねんけど。ないな、ないな。お豆腐入りハンバーグの玉ねぎのハンバーグにしました今日は。で、あときな粉のソースになります。めっちゃ美味しそう。すいません、これ引きますね。美味しそう、すごい。いや、ちょっともうお母さんのさ後ろになって。うん、うまっ。絶対美味しいやんな。うん、美味しい。食べよう。もういい、お母さん食べた。乗せていい？ちょっと気をつけてよ。あ、もちろん持ってるからそう、ほんまに。おお、入るんや。そんな大きい口開くんや。お子さんも浅くまで喜んでいただけると嬉しいです。嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。本当に。ああやってなんか美味しいって一言言ってくれるだけでもほんまにすごい嬉しい気持ちになります。甘い系買ってこうへんのって言われて。それで、じゃあ。ありがとう。ありがとう。あ、私もありがとう。頑張るかな、ゴリラ。よく来ます。会社でパンの人多いんで、いつもああいうシフォンケーキとか、ベーグルとか、卵サンドとか、これ人気なんで、もう箱で持って帰って、毎回来たらこれは買ってます。ここのパン好バイバイ。き？いつになったら。あ、じゃあ。だから予約制にしてるんですけどランチは、材料もちょっと置いとけないので、その時に
ず言うようにはしてます。お待ちいただくかもしれませんってことは、販売の方もしながらってなってくると、そうそうちょっとお待たせすることがあるので。お待たせです。はい、こちらがラッキージ工房のプルアパートブレッドって言ってなんかちぎって食べるパンっていう意味です。食べると四つ葉バターときび砂糖がかかってます。で、サラダが海藻としらすのサラダなんですけど、梅ドレッシングなんです。花さんもいけるかも。どうする？食べない。いいの？お母さんのわけわけでいいの？俺に聞く？大根おろし？玉ねぎ？せーのですごいさっぱりして。酸っぱい感じじゃないな。梅って感じじゃあんまない。中からハムとかさ出てきた。ソースが何？オーロラソースかなこれ。なんかそんなことすんの？めっちゃ美味しい。ランチ来るの初めてなんですか？そうなんですよ。来るたびにその黒板みたいなの見て、ランチ来た予約やんみたいなのをツッコミを何回も入れて、そうやん予約せなあかんって。念願の。いやびっくり。前の上司というか先輩なんです。前の会社の仕事してた時の先輩って言ったらいい？先輩かな？先輩です。いやでもこうやって辞めても来てくれるのですごい嬉しいです。そうですね。いや美味しいんだわ。ありがとう。大葉とベーコンとバゲット。ちっちゃい方200円。大きい方。大きい方。ありがとうございます。気をつけてね。いやパンは美味しいんだ本当に。味があるな。小麦の味とかその酵母のなんかその発酵した酸味みたいな、そういうのはパンだっていう感じする。普通の食パンじゃなくてちょっと酒のつまみあたりにやってちょっとバゲットになんかちょっと乗っけて食べるとかっていう非常に人懐っこいし誰との人の中にスッと入れるような人間で分け隔てしないっていう長く楽しく続けてっていうところですね。こっち行ったお父さん。お父さんそっち行ったら落ちるんや。デザートお用意しましたか？お願いします。豆乳ときび砂糖のシフォンで抹茶やね食べれる？あれって抹茶いけるんじゃん。でもこの間全然知らん。もう一回。もう一回？私の一番下の妹の子供が子供ちゃんっていうねんけど、書き初めでいつも書いてくれる。一番左はねパンなんですよ。パン、本当だ。パン。そう。
あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。嫁さんのケーキを作ってほしいんですけど、はい。ナッツがめっちゃ入ってたらとりあえず喜んで。どなたに。妻に。娘のもいつも作ってもらって美味しくて。シフォンにデコレーションをする形になるんですけど、とか上にちょっと果物置いたりして、そうそう。塩パンを2つ、あんこ塩パンを2つ。これ食べたいと大きくなる。はい、ありがとう。はい、ありがとう。もうじゃあいつも大体決まってるんですか？そう、ベーグルと塩パンは置いとっていただけたらなっていう感じで、これです。結構ね、季節のものをいろいろ入れてくれて、そのやつがいつも美味しいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。でもほんまにすごいな、こんな種類作っとって甘いんかな。ここのパンいただいて食べた時に「何これ美味しいや」ってどれやったんかな。それやねんけど、ラッケージ酵母で作ってる、自家製の酵母で作ってるやつなんで軽くないというか、僕は重いんです。でもほんまに詰まっとんの重いですもんね、絶対これね、重み。なんやこれって美味しいやん、もちもちしとるやんっていう大きさじゃなくて、今まで食べた食パンで一番美味しいなって。ありがとう。これも潰さないように。からずっとエンドレスなんです。パン屋ってすごい。パン屋って大変。パン屋って大変。気になったパンとかは。このパンシフォンケーキ、シフォンケーキ。チョコのパン。お店の雰囲気はすごくね、和風であったかみがあっていっぱい買わせていただきました。はい、本当ですか？帰っていただきたいと思います。はい、また来ます。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。一緒に買わせてもらってもいいですか？お芋明太かけたい。めっちゃ美味しかったです。よかったです。ありがとうございます。来たかった。また来ます。でもなんなら2週間ぐらい来たいな。本当ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったな、いなちゃんな。全部優しかったな、味が。何美味しかった？全部。ご近所にママ友さんが住んでらして教えてもらって、そこから自分家も近いからじゃあ私も来ようって来るようになりました。これからもちょくちょく来たいと思ってるので、お一人で大変だと思いますが頑張ってください。妹はこちらの方なんでしたっけ？なんです。実家が隣なので、実家の離れをちょっと使わせてもらって。なんか倉庫として使っとった建物やったと思うんですよ、多分。全部僕の無理を大工さんが聞いてくれて作ってくれたみたいな。だからこれも京都まで買いに行ったんですよ。京都のなんか古材屋さんみたいなとこ。だから階段ダンスとかも島根県の嫁さんの母方のおばあちゃんの家に取りに行ったんですよ。その大工さん連れて。だからその辺にある本棚とか古いやつあったじゃないですか。その全部島根から持ってきたんですよ。なんかの形でパン屋しなくなったとしても、ここで住めるやんぐらいの勢いでこんなにしたいなみたいな感じです。このごま豆腐って手作りですか？手作りです。これがだいたいお決まりで出すんですよ。は
いろんな歌歌った。ほんでなんか一番モニが手出そうと思ってちょっと楽しみにしとった。すごいな。玉ねぎのスライサーとかこの玉ねぎでもこう。あ、そっか。野外やったよね。前の日がこの日のみたいなちょっとパパとこな。なんだなんだ。ありがとうございます。ずっと始めて欲しかったみたいな感じだったんですか？料理昔から得意だったし、なんかそんなん行かせたらええのになとは思った。森工房っていう名前なんですけど、私が発信じゃなくて、もともと十何年前に主人がガス屋さんを始めた時に森工房って名前つけてるんですよ。その時からパン屋ですって紹介しようとされます。会社やったけど、もうあえて僕はもうパン屋です。ですから言うたらやってくれるんちゃうかみたいな。決めきれずにいた私の背中を押してくれたのが、その娘がちょっと調子が悪くなっちゃって学校からよくお迎えの電話がかかってくるようになったんですよ。だからそれがちょっと頻繁になってきたので、もうそれが私の背中をこうボンと押してくれた感じにはなります。こうね、ちょっと貸してくれてる両親にも感謝ですし、応援してくれてる家族、旦那と娘2人にはもう感謝しかないです。